皆さんこんにちは、ふうみんです。今日はなんとキッチンにいるんですが、ダイエットしながらバストアップもできちゃう育乳ダイエットご飯を皆さんにご紹介したいと思います。ダイエットしていると食べるものが似たり寄ったりになってきちゃって、私自身メニュー考えたり作るのも面倒だなって思うことがあって、皆さんはそういう時ありませんか？今日はね、こってりしたもの食べたいなっていう時、カロリーが控えめでバストアップやダイエットにすごくいい栄養がいっぱい取れる、私がいつも作っている定番メニューご紹介したいと思います。それにダイエットとバストアップだけじゃなくて、忙しい時にもたった5分で作れて、お財布にも優しいし食べて美味しいという万能のレシピになっています。時短にもなって食材がより美味しくなる裏技もご紹介していきますので、気になる方ぜひ最後まで動画ご覧ください。チャンネル登録お願いします。ということで今日のご飯はこちら、濃厚育乳リゾットです。ただのリゾットではありません。ダイエット中も食べれてバストアップもできちゃう効果的な食材を5つ加えています。この5つの材料がとっても大切なので、作りながら説明していきますね。それではクッキングスタート。材料はこちらです。冷やご飯 100g、 冷凍をチンしたやつでも OK です。鶏胸肉 50g、 ほうれん草1株、玉ねぎ1/2個、しめじ1/2パック、豆乳 150cc、 水は 50cc、鶏ガラスープ小さじ2杯から大さじ1杯、オリーブオイル小さじ1杯。私はトレーニングの前後や間食で炭水化物を摂ることが多いので、今回は1食分 100g に抑えているんですが、皆さんもご自身の体型やその日の体調、あとは摂取の状態でご飯の量は調整していただければと思います。ここで時短ポイントその1、野菜は事前に切ってジッパーバッグに入れて保存しておく。私はお腹空いたらすぐ食べたいし、特にトレーニング後は野菜をカットしている余裕とか、もう疲れてやる気出ないなっていう感じなので、余裕がある時に事前に野菜を切ってジッパーバッグに保存しています。通常のリゾットはオリーブオイルで精米を炒めたりバターを使ったりするんだけど、今回は自宅で気軽に短時間でできるように使いません。健康や美容に気を使いながらも安くて気軽に短時間でできるっていうのは継続する上でとっても大事。時短ポイントその2、鶏肉は事前に下処理したものを使う。いつも鶏胸肉は 2kg の特用サイズなものを買っていて、そこにハーブソルトだったりお塩を振ってみりんを注いで冷凍庫に入れます。これでよくやるのが鶏ハムを作ってるんですけど、本当に柔らかくて美味しいです。冒頭でバストアップに効果的な食材を5つ加えていくとお話ししましたが、効果的な成分はイソフラボン、ビタミン、タンパク質、そしてボロンです。今回の食材でいうと、まずイソフラボンが豆乳で、ビタミン類がほうれん草としめじ、タンパク質は鶏の胸肉、そして最後付け合わせで入れるのがボロンを含んだブロッコリーです。それでは早速作っていきましょう。さっきまでトレーニングしてたのでお腹ペコペコです。まずオリーブオイルを少しだけ垂らします。今回は小さじ1杯なんですが、豆乳にも結構脂質が入っているので、今回は小さじ1杯少なめに入れます。ではまず鶏胸肉から焼いていきます。落としちゃった。ちょっと待って気を取り直して焼いていきます。やだもう、私は鶏肉が存在感のある大きさが好きなので、今回は大きめに切ってます。ここに玉ねぎを入れていきます。いい匂い。鶏胸肉のタンパク質なんだけど、タンパク質が髪の毛だったり筋肉だったり、あとお肌を作ってくれる成分で、バストアップっていう観点からだと体内のホルモンバランスを整えてくれるので、女性ホルモンの分泌にも貢献してくれてます。ダイエットしてる方、あと大胸筋のね
垂れないようにトレーニングしてる方もタンパク質は必須です。少し玉ねぎの色も変わってきたなと思ったらしめじとほうれん草も入れちゃいます。今入れたほうれん草としめじなんだけど、これらはビタミンが含まれていて、例えばタンパク質の代謝を助けてくれるビタミン D だったり、やっぱりね張りとかツヤを与えてくれるビタミン C が含まれています。本当に優秀。野菜がしんなりしてきたので、ここでちょっと塩と胡椒で味付けしたいと思います。本当に鶏ガラスープも入れるので、ここではちょっとで大丈夫です。また後で調整するので胡椒も入れます。本当にいい匂い。お野菜がだいぶしんなりしてきたので、ここで少しお水加えます。お水と豆乳は 150cc です。これも豆乳も入れて、ご飯も入れていきます。ほい。ここで鶏ガラスープ大さじ1入れていきます。ほいほいほい。で、豆乳の水分が少し抜けてご飯がふやけるくらいまで煮詰めていきます。豆乳って結構分離しやすくなっているので、弱火から中火ぐらいでグツグツしすぎないような火加減でやってください。この食材なんですけど、美容と健康にもいいし、アンチエイジング効果あるので、私も日頃から意識して取るようにしてます。もういい感じになってきましたよ。きのことほうれん草、葉物野菜も入って食物繊維もたっぷりだし、お肉も入って満足感もあるので、これ1個で栄養もしっかり取れて満足感もあるって最高じゃないですか。こんな感じでもったりしてとろーっとしてきたので、味見をしてみたいと思います。いただきます。美味しい。他でもし味が足りなければ塩コショウ入れていただいて、足りれば完成なんですが、ちょっとコショウ入れます。で、最後このブロッコリーを添えていくんですが、ブロッコリーに含まれるボロンはですね、女性ホルモンのですね濃度を高めてくれてバストアップのサポートをしてくれるので超重要食材です。ブロッコリー最後添えていきます。ブロッコリーがない時は塩キャベツだったり塩昆布キャベツとかにして一緒に添えてあげるのがおすすめです。はい、育乳濃厚リゾットの完成です。それでは早速いただきます。やっぱトレーニング後のご飯は美味しい。これとっても量が多く見えると思うんですけど、たった400キロカロリーしかないんです。成人女性の1日に必要なカロリーはだいたい1500キロカロリーからと言われているので、これを1食置き換えるだけでもとっても効果的だと思いませんか？そしてダイエットやバストアップ、美容や健康にも必要な栄養素 PFC でいうと P、タンパク質は 25g、 F、脂質は 10g、 C、タンパク質は 55g 取れるので理想的な PFC バランスとなっています。普段は納豆とか鶏ガムとか冷たくてパッと食べれるものが多いので、こうやってあったかくて濃厚なものが食べれると満足感もあるし、代謝も上がってストレスなく続けられるなって思います。しめじもたくさん入ってるし、ほうれん草とか鶏肉も食感があっていいです。私こってりしたこういうリゾットとかクリームパスタとかも大好きなので、これがダイエット食でしかも400キロカロリーしかないなんて信じられない。ダイエットにしてもバストアップにしても何をどういう風に食べたらいいかわからないだったり、摂取カロリーが気になるって思って結局どうしていいかわからないなっていう方も多くいらっしゃると思うので、今日何食べようかなって思った時にぜひ今日のレシピ参考にしていただけたら嬉しいです。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はダイエットをしながら
バストアップにも効果的な育乳レシピをご紹介しました。本当に簡単でとっても美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。作ったらぜひレビューもお待ちしてます。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。いつも応援しています。それではまた次の動画で。じゃあねー。作ってみてねー。